また大谷翔平が打った。しかも、これで3試合連続ホームランだ。スタジアム中に響き渡る実況の絶叫。その瞬間、誰もが確信していた。この夜は、また一つ歴史が動く夜になるかもしれないと。ロサンゼルス、ドジャースとコロラド、ロッキーズによる3連戦。その最終戦を迎えた球場には、試合開始前から異様な空気が漂っていた。ファンが最も注目していたのはもちろん、大谷翔平だった。前々日の試合では豪快な20号ホームラン。そして前日の試合では劇的な21号スリーラン。2試合連続でロッキーズ投手陣を粉砕した大谷に対し、アメリカメディアは、ロッキーズにとって悪夢そのもの、今最も投げたくない打者、と大きく報じ、日本でも朝からテレビ各局がトップニュースとして取り上げていた。ロッキーズベンチも当然、この試合へ向けて徹底した対策を準備していた。絶対に大矢だけは歩かせても構わない。そんな声がコーチ陣から飛んでいたとも報じられていた。試合前の打撃練習、大谷はいつも通り淡々とスイングを繰り返していた。周囲がどれほど騒ごうとの、その表情に特別な緊張は見えない。一本一本を確かめるように振り込み、最後は軽く笑顔を見せながらベンチへ戻る。その姿を見た解説者は静かに語った。怖いですね。調子がいい時の大谷選手ほど、試合前に静かなんです。ボボになり、満員のスタジアム、ドジャースブルーで染まるスタンドからは、レッツゴー、ドジャースの大合唱が鳴り響く。一方でロッキーズファンも、今日は何としてでも連敗を止めたいという思いで声援を送り続ける。そして迎えたプレーボール。ロッキーズ先発は、このカード最大の使命を背負ってマウンドへ上がった。大谷にだけは打たれるな。それがチーム全員の願いだった。初回、ドジャース打線は先頭から積極的に仕掛ける。ファウルで粘り、球数を投げさせ、少しずつ相手投手へプレッシャーを与えていく。そして一死。ついに球場全体がざわめく。バッターボックスへ向かう背番号17。大谷翔平。観客全員が立ち上がる。スマートフォンを構える人。息を飲む子供たち。実況席も自然と声のトーンが上がる。今日も何かをやってくれるんじゃないでしょうか。初球。外角低めのストレート。大谷は見送る。ストライク。2球目。内角へ鋭く食い込むツーシーム。これも見送り。ロッキーズバッテリーは明らかに慎重だった。3球目。外へ逃げるスライダー。大谷は体勢を崩しながらもカット。スタンドから拍手が起こる。簡単には終わらない。そんな空気が漂い始める。そしてカウントにボールにストライク。捕手が要求したのは、高めいっぱいの速球。勝負球だった。投手が腕を振る。しかし、その瞬間だった。大谷のバットが鋭く振り抜かれる。乾いた衝撃音。打球は一直線に右中間方向へ舞い上がる。外野手は振り返るしかない。球場全体が静まり返る。次の瞬間。入ったー。特大の20号ソロホームラン。3試合連続アーチ。スタンドは一気に爆発した。まるでポストシーズンのような歓声。チームメイトはベンチを飛び出し、大谷を迎える準備を始める。実況席では興奮を抑えきれない。また打ちました。またロッキーズから打ちました。信じられません。ロッキーズ先発はマウンドで立ち尽くす。配球は決して甘くなかった。高めいっぱい。それでも大谷はスタンドまで運んでしまった。ベンチでは監督が帽子を押さえながら苦笑いを浮かべる。もう打つな。そんな表情にも見えた。アメリカの実況席では、この対戦は彼の勝ちだ。ロッキーズ戦では完全に別人だ。そんな言葉まで飛び出す。一方、日本では SNS が瞬く間に更新される。また打った。3試合連続。どこまで飛ばすんだ。タイムラインは大谷一色となっていく。試合はその後も激しく動く。ロッキーズも意地を見せ、2回には連打でチャンスを作る。しかしドジャース守備陣が踏ん張る。三遊間への強烈なゴロ。遊撃手が横っ飛びで捕球。そのまま一塁へ送球。アウト。スタンドからは割れんばかりの握手。ドジャースベンチも総立ちになる。試合の流れは簡単には渡さない。3回。ロッキーズ打線は積極的に初球から振ってくる。ドジャース先発も負けじと内角を攻め、
テンポよくアウトを積み重ねていく。両チームとも一歩も譲らない展開。だが、スタンドの視線は次の打席へ向けられていた。次も打つんじゃないか。そんな期待が球場全体を包み込む。迎えた4回。再び大家に打席が回る。今度はロッキーズバッテリーの慎重さがさらに増していた。初球は完全なボールだな。2球目も外角へ大きく外れる。3球目は内角深く。まるで勝負を避けるような配球。しかし大谷は焦らない。淡々とボールを見送り、自分の間合いだけを保ち続ける。そしてカウント3ボール1ストライク。球場には異様な静けさが流れる。ベンチでは監督も腕を組み、相手ベンチも身を乗り出して見守る。ボシュが最後に要求したコースは、低めいっぱいの変化球。これなら打たれない。誰もがそう思った。投手がゆっくりと振りかぶる。ボールがミットへ向かって落ち始める。しかし、その瞬間、大谷の下半身が鋭く回転する。バットが閃光のように走る。快音。打球は信じられない角度で高々と舞い上がった。センターは数歩下がり、フェンス際まで追う。右翼手も見上げる。スタンド全体が総立ちになる。誰もが息を止めたまま、その落球の行方を見つめていた。果たして、この打球は再びスタンドへ飛び込むのか。球場の時間が止まったかのような、その一瞬、誰もまだ、この試合が伝説へと変わる序章に過ぎないことを知らなかった。センター方向へ高々と舞い上がった8球。球場中の視線が、その1球だけに吸い寄せられる。センターはフェンス際まで全力で下がる。グラブを伸ばす。あと一歩。しかし、その8球は無情にもグラブの先を越え、そのままバックスクリーンへと吸い込まれていった。入った実況席が絶叫する。まただ。また大谷翔平です。2打席連続ホームラン。打球速度、打球角度、飛距離。どれをとっても完璧だった。今季第21号。そして、このロッキーズとの3連戦で4本目となる一発。球場は完全にお祭り騒ぎとなり、ドジャースファンは隣同士で抱き合いながら歓喜する。一方、ロッキーズの選手たちは誰一人として言葉を発しない。ベンチに戻る投手は帽子を深くかぶり直し、何度も首を横に振る。どう攻めても打たれる。そんな空気がベンチ全体を覆っていた。ドジャースベンチではチームメイトが笑顔で大谷を迎える。ムーキー・ベッツは思わず両手を広げ、本当に人間なのかと言わんばかりな表情で笑い、フレディ、フリーマンも大谷の肩をはたきながら何度もうなずく。監督も思わず苦笑いを浮かべるしかなかった。彼が打席に立つたび、何かが起きる。それはもう期待ではなく、確信へと変わっていた。アメリカの放送席では元メジャーリーガーの解説者が興奮を隠せない。ロッキーズは配球を間違えていない。問題は、相手が翔平、大谷だということだ。普通なら打ち損じになる球でも、彼はホームランに変えてしまう。実況席では何度もリプレイが流される。スローモーションで映し出されるスイングは、まるで芸術作品だった。無駄のない体重移動。最後までブレない軸。そしてインパクトの瞬間に最大限の力をボールへ伝える技術。解説者は静かに語る。これはパワーだけではありません。タイミング、バットコントロール、そして読み。すべてが世界最高レベルです。日本でもテレビ各局が速報を流し始める。大谷翔平、第21号ホームラン、2打席連続アーチ。SNS では、大谷翔平が瞬く間に世界のトレンド上位へ浮上。今日も歴史を見ている。毎日が映画みたいだ。もう驚くことにもなれなくなった。そんなコメントが次々と投稿されていく。しかし、試合はまだ終わらない。ロッキーズも、このまま終わるチームではなかった。5回裏、先頭打者がレフト全ヒットで出塁。続く打者も死球を選び、無視1、2塁。スタジアムの空気が一変する。ここで一発が出れば試合は振り出し、ドジャース先発投手は帽子のつばに手を添え、大きく深呼吸した。ボシュがマウンドへ向かう。二人は短く言葉を交わし、再び守備位置へ戻る。勝負の一球。初球は外角いっぱいのストレート。見逃しストライク。二球目は鋭く落ちるスプリット。空振り。追い込んだ。しかし相手打者も簡単には終わらない。
ファウルで何球も粘り、スタンドからは拍手が起こる。8球目、内角高めへの速球。打者は思い切り振り抜く。大きな打球。レフト方向へ高く上がった。一瞬、スタンドがどよめく。だがレフトは落下点へ迷いなく入り、フェース手前でしっかりとキャッチ。三塁走者はタッチアップできず、そのまま戻る。ドジャースベンチから大歓声が上がった。続く打者には外角低めへのチェンジアップ。力のないゴロが二塁へ転がる。セカンドからショート、一塁へ。ダブルプレー。この日最大のピンチを無失点で切り抜けると、流れは再びドジャースへと傾いていく。6回、ノッキーズはついに決断する。先発を諦め、リリーフ陣を総動員。しかも大谷の次の打席に合わせ、球種の異なる右腕を送り込んできた。150キロを超える速球。鋭く曲がるスライダー。そして決め球のスプリット。今度こそ抑える。そんな執念が伝わってくる。ベンチ裏では投球コーチがデータを広げながら細かく指示を出す。インコースを徹底しろ。高めは絶対に使うな。フルカウントでも甘い球だけは投げるな。まるでポストシーズンのような総力戦だった。そして迎えた大谷の第3打席。球場は再び静まり返る。誰もが期待していた。まさか、3本目はないよな。そう思いながらの、まさか、を期待してしまう。初球、外角低めいっぱい。ボール、2球目、内角への150キロ。ファウル、1対1。3球目、スライダー、見送り。4球目、高めの速球。ファウル。カウントは2ボールにストライク。投手は何度もロジンバックを握り直す。捕手は首を振り続ける。何を投げても打たれる気がする。そんな恐怖が、バッテリー全体を包み込んでいた。ようやくサインが決まる。外角低めへ逃げるスプリット。空振りを狙った最高の一球。ボールは理想通りの軌道を描いた。しかし、大谷は最後の最後までボールを引きつける。右足が力強く踏み込まれる。次の瞬間だった。ガキーン。球場中に響き渡る完璧な打球音。打球はライト方向へ一直線。低い弾道のままぐんぐん伸びていく。ライトは全力で交代する。フェンス際まで走る。ジャンプする。しかし、そのグラブの遥か上を8球は超えていった。入ったー。実況席の絶叫が球場を包み込む。信じられません。3打席で3本目です。第22号ホームラン。ノッキーズ3連戦。3試合連続ホームランどころか、今日は一人で3発。スタンドは地鳴りのような歓声に包まれた。チームメイトはベンチから飛び出し、ホームへ戻ってくる大谷を笑顔で迎える。相手投手は両手を膝につき、しばらく顔を上げることができない。スコアボードには大きく表示される数字。20、21、22。わずか3試合で積み重ねられた驚異のアーチ。アメリカの実況席では興奮した声が止まらない。これは支配ではない。完全なる制圧だ。ノッキーズ投手陣は、今日という日を一生忘れないだろう。日本の解説者も静かに言葉を絞り出す。これほど相手に恐怖を与える打者を、私は長い野球人生でもほとんど見たことがありません。歓喜に包まれるドジャース。静まり返るロッキーズベンチ。しかし、試合はまだ終わっていない。ノッキーズの最後の力を振り絞り、終盤に反撃のチャンスを作り始める。一打逆転の可能性を残したまま、運命の最終盤へ。誰もが固唾を飲んで見守る中、球場にはこれまで以上に張り詰めた空気が漂っていた。この歴史的な夜を締めくくる最後のドラマは、まだ誰にも予想できなかった。9回、スタジアムには異様な緊張感が漂っていた。ノッキーズは最後まで諦めず、走者を2人出して反撃のチャンスを作る。しかしドジャースのバッテリーは冷静だった。渾身のストレートで追い込み、最後は外角低めへのスライダー。打者のバットは空を切り、三振、ゲームセット。その瞬間、球場は大歓声に包まれた。ドジャースナインは一斉にベンチを飛び出し、勝利を喜び合う。その中心には、もちろん大谷翔平がいた。この日の成績は、まさに歴史に残るものだった。第20号、第21号、そして第22号。
1試合3本塁打という圧巻のパフォーマンス。さらにロッキーズとの3連戦すべてでホームランを放ち、相手投手陣に強烈なインパクトを残した。試合後、スタンドからは MVP の大合唱が自然と湧き上がる。大谷はヘルメットを軽く上げ、静かに声援へ応えた。その表情は派手なガッツポーズではなく、次の試合を見据えるような落ち着いた笑顔だった。監督は会見で語る。彼は毎日、私たちの想像を超えてくる。今日もまた、その瞬間を全員が目撃した。チームメイトも次々と祝福の言葉を送り、彼が打席に立つだけで球場の空気が変わる。と口を揃えた。アメリカメディアは、ショーが再び開演。ロッキーズの悪夢は終わらない。と大きく報道し、日本でもニュース速報やスポーツ番組がこの歴史的な一夜をトップで伝える。SNS には世界中から称賛が集まり、これが現代最高の野球選手。毎試合が伝説。といったコメントが溢れた。大谷翔平は、ただホームランを積み重ねているのではない。一打席ごとに人々を魅了し、野球というスポーツの可能性を広げ続けている。20号、21号、22号、3つのアーチが夜空に描いた奇跡は、ロサンゼルスのファンだけでなく、世界中の野球ファンの記憶に深く刻まれることになった。そして誰もが確信していた。この伝説は、まだ終わりではない。次に大谷翔平がバットを振るその瞬間、新たな歴史のページが、再び開かれるのだから。